探検の作り方始まります。こんにちは、コスプレイヤーの逆ヤガだよ。今回はこちらの探検を作っていました。これからコスプレ造形を始めようという方にもとてもぴったりなシンプルな構造の探検となっておりますので、ぜひ初心者さんどうでしょうか。それでは早速みんなで作ってみましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは刃を組み立てます。後ほど曲げるのですが、その際に先端に切れ目がないと綺麗に曲がらないので、少し切れ目を入れておきます。ボールペンで刃の中央をしっかりとなぞって折り目をつけます。折り目がついたら手で少し曲げます。折り目をつけ終わりました。細い園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ノコギリで程よい長さに切ります。ちなみに中身はグラスファイバーという素材が入っていてとても丈夫です。瞬間接着剤で切った棒を刃の裏側に接着します。刃の先端の切れ目を入れた箇所をグルーガンで接着してしまいます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買えます。続けてもう一枚の刃を瞬間接着剤で接着します。刃先をボンド G17 で貼り合わせていきます。ボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です。工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。これで刃の組み立て完了です。逆ヨガ！他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。4枚ある COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。なお瞬間接着剤をよく使いますが、100均のやつで OK だよ。薄い COS ボードを細切りします。細切りしたものを縁に瞬間接着剤で接着して縁取りを行っていきます。縁取りの内側にグルーガンで模様を描いておきます。中央にある穴に刃の棒部分を差し込みます。瞬間接着剤を塗って接着します。水道のパイプを程よい長さに切ります。動画ではパイプカッターという専用の道具を使ってますが、ノコギリなどでも切れます。パイプもカッターもホームセンターで買えます。グルーガンをたっぷりと盛り付けて、先ほど切ったパイプを接着します。2枚の COS ボードのパーツを瞬間接着剤で接着します。カッターナイフで削り出していき、形を作っていきます。グルーガンを粒状に盛り付けて装飾を行います。グルーガンでパイプの端へと接着します。これで組み立て完了です。次は塗装に行くぜ！逆ヨガ！動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や
水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。ここからは瓶入りの塗料、ミスターカラーというプラモデル用の塗料ですね。そして筆、そして布やティッシュを使います。まず筆に塗料をつけて、その塗料を布やティッシュである程度こそぎ取ってしまいます。かすれたような状態になると思うのですが、その状態で筆を普通に塗るというよりは、こすりつけるような感じで少しずつのせていきます。そうすると少しずつ色がほんのりとのっていきます。この塗り方をドライブラシと呼びます。この塗り方で塗るとベースとなっている色が程よく残って深みのある色合いになります。簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてね。使っている塗料のミスターカラーはプラモデル用の塗料です。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。塗料の種類に特に制限はありません。筆塗りの際にぜひ試してみてください。アクリル絵の具などを使う場合でも OK です。逆ヨガ、Twitter やサブチャンネルも見てね。合皮を帯状に切ります。合皮は手芸店で買いました。帯状に切った合皮をくるくる巻きつけながらグルーガンで接着していきます。これを接着したらついに完成だよー。全長は40センチ、重量は 70g となります。制作時間は2時間、材料費の目安は1000円です。丈夫な素材を使ってますので、このように振り回したりしても大丈夫です。動画の内容に関して何か質問があればコメント欄でお気軽に書き込んでくださいね。というわけで今回は短剣の作り方いかがだったでしょうか。これからこういった造形を始めようという人にとても向いている作例ですので、ぜひ手始めに作ってみると良いかと思います。その後のいろんな造形にも役立つ知識がたくさん手に入るような作りになっておりますので、ぜひ作ってみてくださいね。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。